赤ちゃんファルコンズの千秋です。安藤です。今日は外国人グループの迷惑ダンス動画が非難されとることについて話していきたいんやけど、元は山梨県内の富士急行線の電車内で外国人の男らがダンスをする迷惑行為を撮った動画が物議を醸し出しております。ニューヨークのダンサーグループっていうとこまで特定されてて、YouTube や TikTok などの動画サイトで投稿しとるグループで、他にも繁華街の路上で踊る動画を多数投稿しており、渋谷のスクランブル交差点や浅草の浅草寺でも同様にダンスをしとって物議を醸しとる。で、実際俺も動画見てみたんやけど、やっとることは普通に迷惑系 YouTuber と同じやな、あれ。この人らは世界中でやっとんのか？至るところの観光名所でそういう動画を投稿しとるの、ダンス動画を。YouTube とインスタもやっとって、YouTube の登録者数が465万人。だから知名度はすげえな。渋谷スクランブル交差点でさ、ブレイクダンスしとる動画見たけど、あれはやばいな。普通にベビーカー弾いてる人とか近くにおるところであんな激しいダンスしたら邪魔やし危ないわな。電車でもそうやけど、狭いところであんな全身使ったダンスやったら普通に邪魔になるわな。ダンサーはさ、人が止まっとる前提でさ、ダンスすると思っとるけど、動いた時に予想できやんから絶対ぶつかるしな。そうやな。インスタもフォロワー85万人か。こんだけさ、人気があるんやったら金持っとんのやからさ、普通に許可取ればいいのにな。道路専用の許可取って撮影のためにさ、規制したりして、ちゃんとやりゃいいのにな。その辺ケチるんやな。現状ただの自己満足で終わってしまっとるからな。少なくともさ、日本のああいう電車とか観光名所でやる分には、周りの配慮っていうか、海外とかやったらさ、周りも乗って一緒に盛り上げてくれるかもしれんけど、動画見る限りすげえしらけとったから。確かに。そういうの与えられたさ、場所でも好きなだけやってくれって感じやな。わざわざ日本に来てさ、やる必要はあるんかと思うけどな。この人らのよくあるダンスの流れとしてさ、まず人がおるところでいきなり倒れ込んで手を貸してもらうみたいな握手求めたりするっていうのがよくあるダンスの流れなんやけど、日本の電車内とかでやっとるのを見とると、浅草寺とか、あんま乗っとる人おらんな。そうそう、誰も手貸しなかったよな。ノリが違うよな。そうそう。日常生活においては邪魔でしかないからな。例えばストリートでそういうダンスしとるグループの中でそういうパフォーマンスをやるんやったら、もちろん観客含めて盛り上がると思うけど、この人のやり方はちょっと違う気がするな。陽キャなんやろうなっていう感じはするな。ああ、確かに。いや、陽キャやと思うで。陰キャサークルの中に一人おる陽キャみたいになっとったよな。迷惑なパリピみたいな。あれって現場はさ、音鳴ってないんやろ。TikTok とかやったらさ、音に合わせて後付けでダンスのやつと撮ることできるけどさ、現場は音鳴っとったらそれはそれでうるさいし迷惑やしな。そうやな。どっちにしろ音なかったらすげえ無言でやっとるのもシュールやし、どっちにしろ迷惑やけどな。あの空間地獄やと思うで。これは都会に限らず地方でもこういうのはおる気がするわ。外国人のってこと？うん。我々の地元でも陽気なこういうパフォーマーまではいかんけど外国人おったもんな。めっちゃ昔な。俺がほんと高校生とかの時に、10年以上前とかにおったな、そういう黒人のこういうな電車内でそう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 。知らん人にいきなり握手求めてくるラッパー集団みたいなやつらがおったな。多分ブラジル人やと思うけど、地元ブラジル人多いからさ。地元はそうやな。でも乗らんのが正解やと思うよ。こういうノリにな。うん。エスカレートしていくからね、周りが乗ると。確かに。この人たちからしたら日本人乗り悪いって思うかもしれんけど、普通にな、節度を守って、普通にマナーというかモラルがあるっていう、そんだけレベルの高い人種やっていうことを世界に見せつけたったらいいんじゃない？乗らんことが。今回はこういう炎上をして話題になってるけど、これに憧れっていうかさ、これに追随するように日本のさ、ストリーマー、ダンスとか踊っとる人らがやり始めたらもう終わりやなって思うわ。確かにな、これでバズれるんやってなったらな。俺模倣するように。昔からさ、電車内でそういうことをやり出す日本人の YouTuber とかおったけどな。撮影したりしてさ。でもそれ系は結構炎上したりして、ほとんどなくなった気するやん。ジョーブログがさ、電車内でいきなり自分の夢語り出したりさ、あとスクランブル交差点でベッド置いて寝たりとかしてた。あったな。普通に炎上して、ああいうことやる人は減ったと思うけどな。海外のノリを日本で持ってきてこられても文化が違うから対応できんっていうのが全てやと思うけどな。でも外国だってさ、一緒やんな。神社みたいなとこでさ、宗教施設で踊ったりしたらあかんっていうのは世界共通やろ。普通に。まああかんし、叩かれるやろな。いやーってあいつらだって教会でいきなり踊り出したら絶対叩かれるやろ。そもそもその国に対するリスペクトがあれば、そういう動画撮ろうとも思わんからな。そうやな。でもあいつら日本大好きみたいな手やろ。
いやいや、やっとること矛盾しとるかな。日本人が海外でこんなことしたら秒で特定される日本人から叩かれるやろうな。で。そう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 。海外の観光名所とか、世界遺産に落書きして、すげえ炎上した大学生とかもさ、すぐ特定されとったよ。で、まあ、これに対して、外国人だからって、叩くのは外人差別やって言っとる人がおるんよな。いやいや。踊っとる、鼓動を叩いとる人たちに対して、そうやって言っとる人がおったんやけど、その意見も炎上しとったんやけどな。だってな、国籍関係ないやろ、これは。関係ない関係ない。逆むしろ、これがもし鳥で踊っとったりしとんのが日本人やったらもっとやばかったと思うわ。普通にすぐ特定されてさ、脅迫されるやろ。普通に日本で暮らしとる外国人とか、黒人の人らが一番迷惑かもな。こういうことされると。確かに。偏見で見られてな。それこそストリートダンス踊っとる人らもそういう目で見られてしまうから、かわいそうやな。ただでさえ肩身の狭いやっとんのに。黒人ってだけで警戒されたりするからな。日本人ではな。公共の場でな、ダンスもそうやけどさ、こういう撮影とかするのって、たびたび炎上しがちやん。うん、しがち。この間もさ、しゃぶしゃぶの木筋でおっぱい出した事件とかあったやん。はいはい、あったあった。あれも炎上したし、こういうのも考えもんやんな。SNS でバズればいいやっていう考えがやばいよ。まあまあ何でも炎上するのも窮屈やっていう声もあるけどな。それにしても何でもやっていいわけじゃないからな。そうやな、外でダンス踊るのももっと開けた場所でやっとったら別にな、いいもんな。そうそう。で、ああいう動画みたいに狭い場所で周りの人に危害を加える可能性があるから、叩かれるわけで。公園とかでやっとってくれたらいいねんな。そうそうそう。それじゃ意味ないからあそこでやるんやろうけど。目立たんし、話題にならんからな。インバウンドの影響でさ、民度の低い外人が日本にも来れるようになったっていう人もおるんやけど、円安のおかげとかな。そんなレベルのやつらやったらもっと関係なく来て炎上すると思うけどな。実際さ、自分が電車乗っとってさ、こういう撮影して踊り出す連中現れたらどうする？俺はな、拒絶はせんけど、多分、ただ見とると思うわ。で、握手とか求められてきたら握手してしまいそうやわ。乗らん方がいいと言いつつも。だから、ある意味、俺も炎上してしまうかもしれんわ。でもあいつらって普通に動画にモザイクとか書きやんやろ。影やんな。だから顔もさらされて、一緒の構成員みたいに思われるかもしれん。友達とかとおったら乗ってしまいそうな気もするけど。乗るっつってもあれやろ。一緒にそんな踊り出すとかじゃないやろ。そんなんはせんけどな。握手求められたら握手するぐらいの感じやな。インバウンドすごいな。マリオカートみたいなさ、外国人が秋葉原とか、見たことある。浅草とか渋谷とかで乗っとるのあるやん。あれも最近増えてきたな、東京では。そまた。う。あれって、改造車やろ。改造。走ったらいいんか、そもそも。国際免許があれば走ってもいいと思う。へえ。見たことあるよ、マリオカートの。でもな、結構信号無視とかするな、あの人たち。する人もおる。普通に迷惑やん。てか多分ルール知らんからな、多分。なんか外国やとさ、赤信号でも右折していいとかあるやんな。左折していいとか。はい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 。多分日本やとそういうのないの知らんくて。だから二段階右折とかも知らんやろ、多分。普通に信号無視しようとするな。ぶつかりかけとるシーン見たことあるわ。そう。ちなみに、この外国人のダンスグループは、シャファー SJC っていうのか。気になる人はちょっと調べてみてほしいんやけど。シャファー SJC ね。で、個人で言うとシャファーデルガドっていう人がインスタとかで上げとんのかな。で、そこで千代田区にある比叡神社での鳥居の前でのダンスとかが上がっとんな。ダンス自体はすごいんやからさ、普通にやってほしいなと思うけど、こういうダンスの動画上げる人もな、もうすごい溢れとるから、普通にやっとってもなかなかバズらんのやろうな。こういうところで差をつけていかんと、っていうのが悪い方向にいっとるんや。TikTok が出てきてめちゃくちゃ増えたよな、ダンスしてる人。世の中こんなにダンスしてる人おるんや。時間の尺的にもささっと撮れて、ささっと見れるっていうのが大きいんやろな。インフルエンサーになるにはダンスが必須になってくんじゃん。確かに30秒とか1分ぐらいの動画やったら全然見てしまうからな、ダンス。で、普通にダンスって自分たちができん分野やからさ、そういう意味では普通にすげえなって思うけど。まあ、ああいうブレイクダンスとかはな、真似できやんけどな。逆に簡単なダンスやったら真似できるから人気になりやすいって。ああ、自分もやってみたいっていうので見る。自分の体一つで真似できるから。俺らもラジオ動画終わったら、ダンス動画で実写でも撮るか。いきなり方向転換が激しいな。でもイメージだけど、ほんまダンサーってこういう黒人のドレッドヘアとか、ピアスジャラジャラみたいな人が踊っとるイメージで、あんま白人のダンサー、路上ダンサーとかあんま見たことないわ。おるんかな、中には。ストリート文化がそもそも黒人発祥みたいなところあるよな。ダンスって結構黒人が多いイメージがあるな。やっぱ黒人の身体能力を使ってダイナミックな動きが可能なんじゃない？あとノリ方が黒人の陽キャ具合とマッチしとるんか。音楽もな、ヒップホップが流行っとるしな。
文化やからな。黒人が近くで踊り出したら怖いけどな。黒人怖くね？いやー、怖い。大柄やしな。これ別にさ、偏見とかじゃねえ。まあ、偏見っちゃ偏見か。でも避けれやんくない？感情的に。いや、でも、前から黒人のグループが歩いてきたら、道を避けてしまう。怖い。そうやんな。ガタイもそうやけど。もう威圧感が、やっぱ。電車とか、仮に狭いサウナとかでさ、自分以外全員黒人やったらもうストレスやばいと思うわ、俺。いや、息苦しいやろな。怖いって思ってしまうんはでもしょうがねえよな。しょうがない。人種差別やとかいう話もあるけどさ。でも、アジア人、黄色人種のほとんどは黒人怖いって思ってしまうんじゃないの？もちろん、全員が全員そういうわけじゃないけど、こういうニュースとか見ると、あと、ボディーガードとかも全員黒人のガタいやつのイメージやから、そうやな。潜在的に思ってしまっとるとこあるかもしれん。もうほんま DNA にな、刷り込まれとるよな。我々はダンスとか見かけても黙って傍観者になるのがベストやわな。そうやな。この人らもやるんやったらほんま、公演とか、日本に来るのはいいから、別に歌するんやったら、もうちょっと場所が決まえて。ちゃんと決まった場所で迷惑ならん、好きなだけできるところでやってほしいわな。そんな感じで今日は外国人グループが迷惑ダンス動画が非難されていることについて話してみました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではこんな感じで普段気になった出来事やニュースを雑談形式で配信しています。どのチャンネルかわからなく前にチャンネル登録とまた高評価の方お願いします。あと個人的に蒸されたいっていうブログを運営してて週に1回更新してるので読んでくれたら嬉しいです。